こんにちは、ぴょんです。森を濡らす春林、寒さ緩む3月の箱根に来ています。都心からのアクセスも良く、人気の温泉地である箱根はレベルの高い温泉宿ばかりが軒を連ね、道を進むたびに有名な旅館の眺めに入ります。そんな温泉宿激戦区の箱根で近頃常にランキング上位に入っている仙石原の古今さんに参りました。古今さんはまだオープンして1年ほどしか経っていませんが、たくさんの高評価コメントが口コミを埋めています。チェックインは15時、ロビーに案内されました。ウェルカムドリンクとしてシャンパン、またはノンアルコールのドリンク、そしてウェルカムスイーツとしてチーズテリーヌをいただけます。薪で焼き目をつけているためスモークの香りがします。シャンパンにとも好相性でした。1000坪の敷地に客室数は5室でゆとりのある作りになっています。今回予約したのは上から2番目の客室、テラス付きのスイート、ボーです。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容から1泊2日、夕朝食2食付き、大人2名の合計金額を予想しながらご覧くださいませ。ボーは室内の面積が92平米で、それに加え全5室の中で唯一テラスがついたスイートです。こちらは以前は銀行が所有していた施設で、綺麗にリノベーションし昨年ホテルとしてオープンされました。実は箱根はアートの宝庫で、日本の中でもトップクラスに美術館の多い地域です。こちらのお宿も芸術性の高い家具が配されていることを皆様はお気づきになられていたかと思います。お部屋ごとに異なるコーディネートで、ボーのお部屋はイタリアトスカーナの高級家具ブランド、エドラで統一されています。また、ハンディキャップのある方の独立支援を目的に、カラーアート作品も多く展示されています。必要なアイテムの用意にも抜かりはありません。私の中で上下セパレートのパジャマはあると嬉しいものの上位に入ります。クローゼットの中にはガウンと館内着が用意されており、これらもまた実用的で嬉しいです。後でわかりますが、ガウンはこちらのお宿ではあると快適ですし、レストラン含め館内にドレスコードはありませんので、館内着に着替えてリラックスして過ごせます。シンプルで使いやすい靴下。消臭や虫除けのアイテムも置かれています。その下にあるのは金庫と使い捨てのスリッパです。それとは別に館内用の履物も用意されています。今ご紹介してきたリビングだけでも客室として十分贅沢な広さですが、なんとあとまだダイニングと寝室2つのお部屋があります。こちらも目を引く独創的なデザインだと思っていたら、やはり同じエドラのものでした。ドリンクコーナーを見ていきましょう。コーヒーマシンはネスプレッソ。下の引き出しにカプセルとお砂糖が入っています。
さらにその下にある大きな収納の部分を開けると冷蔵庫がお目見えしました。なんとシャンパンも含め冷蔵庫内のドリンクはすべて追加料金なくいただけます。湯沸かしケトルはバルミューダ。ダイニングテーブルの中央にお菓子が置かれていますので、撮影が一段落したらコーヒーと一緒にいただこうと思います。先ほど少しお話しした通り、某は全5室の中で唯一テラスがついたお部屋です。森の香りが充満し、心地の良い湿度を感じる雨の午後。現在は3月の中頃ですが、前の週の雪がまだ少し残っていました。室内のご紹介に戻り、今度はダイニングの奥の扉を開いてみましょう。ベッドは広々セミダブルサイズが2台置かれています。私はベッドの面積は睡眠のために重要な要素だと考えており、広ければ広いほど嬉しいです。ベッドはシモンズが採用されており、固めで張りのある寝心地が特徴です。快適な滞在を叶えるため、寝室の中にもお化粧室とドレッサーが設置されています。味わい深いオリジナルのロゴ入り革小物といろいろなところで出会えます。92平米の客室でお化粧室が2カ所あり、それがお風呂とリビングの間に1つ、寝室に1つある完璧な配置です。それでは一番気になるお風呂場をお見せいたします。朝の支度などにストレスがないダブルシンクの洗面所。タオルやアメニティ必要なものがすべて揃っています。基礎化粧品は生シルクが配合された自社製品で、人工皮膚にも使われる素材であるシルクキトサンがお肌に膜を作ってくれるそうです。使い心地も香りもとても良かったです。消耗品のアメニティは引き出しの中にたくさんのアイテムが用意されています。ヘアドライヤーはパナソニックのナノケアです。さらにその下にはサウナセットが。そうなのです。このお宿には全室プライベートサウナがついています。壁には大きめのタオルウォーマーが設置されています。さて、それではお待ちかねのバスルームです。高温になるドライサウナ。当枠谷のミネラルたっぷり温泉派の天風呂。水でもお湯でも温度調節が可能な自由度の高いバスタブ。大浴場並みに様々な設備が整っています。3つ前に公開した北欧旅の動画をご覧くださった方はご存知の通り、2ヶ月前にサウナの本場フィンランドでもプライベートサウナ付き客室に泊まったのですが、こちらのサウナの方が温度が高くてしっかりリラックスできました。最終的には96度くらいまで温度が上がり、すごく良かったです。外の景色を見られるのも良い気分でした。私たちはサウナをするので、丸いバスタブの方に水風呂を張っていますが、お湯を張って普通にお風呂として使うこともできます。ザ・温泉というような香りがする大涌谷温泉。
泉質はカルシウム塩化物硫酸塩温泉、pH 2.0 の酸性です。珍しい泉質なところが温泉好きに刺さりますし、たとえ泉質に詳しくなくても、うっすら白濁しているお湯と硫黄臭でわかりやすく温泉らしさを感じられますので満足度が高いと思います。自分で温度調節ができるようになっているところも親切な設計です。お風呂からの景色は下にヤギさんたちのいる中庭と遠くに山々が見えます。晴れている時は富士山も見える向きですので、もっと素晴らしい景色だと思います。シャワーはレインシャワーとハンドシャワー2種類あるタイプ。スタイリッシュなデザインです。シャンプー類はマタン8ある。薬剤師の方が創設した日本のブランドです。先ほどお話しした2つあるうちのもう1つのお化粧室はお風呂場とリビングの間にあります。最近トイレットペーパーを三角ではなくこのように畳んでいるところをよく見るようになりました。撮影が一段落しましたので少し休憩しましょう。コーヒー用に牛乳をお願いしました。ダイニングテーブルにあったお菓子をコーヒーと一緒にいただきます。現在、仙石原古今さんの評価は Google が 4.9 点、一級 .com が 4.91 点と非常に高得点です。スタッフの方が全員プロのホテリエといった雰囲気で接客がとても良いと感じました。プライベートサウナはやはり誰にも気を使うことなく自分の好きなように入れるのが最高です。サウナ、シャワー、水風呂はすべて2、3歩で移動できる動線の良さ。水風呂も自分好みの温度にできるので完璧でした。館内についてご案内いたします。中庭には3頭のヤギたちがいます。首輪の色でオレンジが琥珀くん、緑がオリペくん、青がソラくん。ご飯をあげる体験をさせていただけます。純粋なヤギたちに癒しをもらい、アニマルセラピーという言葉を思い出しました。全5室のうち、あやとぼう価格の高い2部屋が3階。あとの3室と大浴場が2階に位置しています。大涌谷は火山活動から溢れ出る活力で関東でも屈指のパワースポット。全室プライベート温泉とサウナ付きですが、大浴場もありますので、心ゆくまで温泉を楽しめます。クレンジング、洗顔フォーム、お化粧水、美容液、歯ブラシ、カミソリ、コットン、綿棒、シャワーキャップ、ヘアバンド、ヘアゴム、ヘアブラシ、体を洗うタオルなど、アメニティが豊富に揃っていますし、バスタオル、フェイスタオルも置かれていますので、お部屋から何も持たずに来ることができます。洗面所の下の引き出しにパナソニックのドライヤーがあります。そしてなんとドリンクまで丁寧な品揃えで用意されています。こちらのドリンクも追加料金なくいただけます。
今からおよそ3100年前と2900年前にこの辺りでは大きな火山噴火が起き、大涌谷温泉が形成されました。かつては王子谷という地名でしたが、明治天皇のご訪問を前に大涌谷という地名に改名されました。もう一つの浴槽は薬草湯。古くから民間薬として慕われているドクダミやクマザサなど12種のハーブがブレンドされています。ほんのりと甘い香りが大浴場に漂い癒されます。大浴場のシャワーは3台です。至るところで心を尽くしてくださっていることがわかるので、ありがたいことだなぁとしみじみ感じていました。ディナーは1階のレストランにて提供され、お時間を18時または19時のスタートから選べます。お料理のジャンルはモダンフレンチ。巻き焼きや発酵など様々な技法が取り入れられています。ドリンクはソムリエ厳選のワインペアリングをお願いしました。アミューズのタイトルは冬の根菜。ごぼうとフォアグラが2層になったムース。根菜のパイ包み。里芋の中にマーマレードを包んで全粒粉のコーンフレークをまぶしたもの。プロヴァンスのロゼとともに前菜が運ばれてきました。金目鯛とその下にはジェノベーゼソース。そして奥にあるのは春を感じる山菜とお野菜です。一つ一つ丁寧に手が施されています。続いてのお料理は目の前で仕上げが行われます。今削りかけられていたのは燻製にした大根、いわゆるいぶりがっこです。お料理は魔界する銘菓のことである麦イカを使った一品。ソースは黒がイカスミ、白が大根を使ったものです。一緒に運ばれてきた自家製のパンとオリーブオイルも美味しいです。お次のペアリングはシチリアのオレンジワイン。一服どうぞというタイトルでお抹茶と和菓子のようなお料理が来ました。鴨のリエットを挟んだもなかとお椀にはジビエのコンソメ。手前には発酵させたリンゴのペーストが添えられています。自家製のパンが美味しくて何度もおかわりをいただきました。今度は何やら煙に包まれているようです。タイトルはサワラと巻き。サワラの身は半生に仕上げてしっとりと皮はパリッと焼かれています。付け合わせのお野菜はウドとウルイです。イタリア料理界の巨匠マルケージ氏がデザインした高級カトラリー。メインディッシュの松阪牛のステーキです。ソースは緑が春菊、白がチーズでできています。タケノコも素晴らしい味と香りでした。最後にデザートが軽いもの、メイン、小菓子と3品続きます。まずはじめに液体窒素による瞬間冷凍の技法を披露してくださいました。
チベット人参のゼリーに液体窒素で凍らした人参のピューレがかけられます。人参×人参ということで、人参の2乗というタイトルです。真ん中のダージリンのクリームと合わせて、それぞれ異なる食感や風味がまとまり、非常に美味しかったです。次はメインのデザートで、チーズの2乗。チーズケーキをマカロンで挟んだものとマスカルポーネのアイスクリームです。間にあるのは白キクラゲ。最後にふわふわでとっても柔らかいギモーブ、フランボワーズの生チョコ、桜のブールドネージュ。コーヒーハンター川島さんという方のコーヒーをいただいて終了となりました。どのお料理もとても美味しかったです。大満足のディナーでした。お部屋に戻ってきました。お土産にいただいたお夜食の穴子の押し寿司。お心遣いが嬉しいです。雨がしとしとと降り、静かな夜。エアコン以外にオイルヒーターも用意されていますので、寒い冬も心配いりません。おやすみなさい。おはようございます。窓を開けると森の良い香りがお部屋に入ってきました。朝から温泉に入れるなんて贅沢です。朝食は8時から10時の間の開始で、昨晩と同じレストランでいただきます。5室の客室のうち上位の2室はお部屋食も選択可能です。まずはオリジナルのココン茶で胃を温めます。炊きたての御殿場産コシヒカリをシェフが運んできてくださいました。お隣は松阪豚の豚汁です。奥に並んでいるお料理は富士宮で育てられた無農薬野菜のサラダ。菊芋の自家製ドレッシングでいただきます。すぐ近くの大平台で作られている組み揚げ湯葉。自家製のぬか漬けと昆布の佃煮。温かいお料理が出来たてで運ばれてきました。季節の野菜の炊き合わせ。美緑のつくねのみぞれあんかけ。巻き焼きのぶりは皮がパリパリで身がジューシーに仕上がっていて最高でした。デザートはさっぱりフルーツでキウイとマンゴー。今朝も美味しいコーヒーをいただいてお食事は終了です。お部屋でのんびりしていたらあっという間に11時です。接客とお食事がとても素晴らしいお宿でした。アクセスについてご案内いたします。仙石原古今さんは神奈川県足柄下郡の箱根町に位置しています。様々な行き方ができますが、東京都心からですと、車でも公共交通機関でも最短でだいたい2時間くらいです。最寄りの小涌谷駅周辺の美術館やゴルフ場など無料送迎していただける場所がいくつかありますので、詳しくはホテルにお問い合わせください。
それでは料金の発表に参ります。この動画を楽しんでいただけましたら、いいねをお願いいたします。皆様からの温かいコメントが励みになっています。92平米の室内とテラスがついた某のお部屋。リビング、ダイニング、寝室が分かれているスイートタイプで、客室にプライベートサウナ、温泉半の天風呂、もう一つのバスタブまでついています。夕食は手の込んだモダンフレンチのフルコース、朝食はホッとする和食、夕朝食2食付き、1泊2日1部屋大人2名の合計金額はおいくらでしょうか？正解は19万8000円でした。現在一休 .com で 20% オフとさらに割引が適用されて、某は15万円台で、価格の低いお部屋は13万円台から夕朝食付きプランが出ていますので、お早めにチェックしてみてください。次回は知る人ぞ知る伊豆の温泉旅館で露天風呂付き客室に宿泊します。今年は皆様のご要望にお応えして、日本国内の温泉旅館をたくさんご紹介してまいりますので、今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。